山梨県道志村のオーベルジュ沖のオーナーシェフ佐藤ソウルです。僕の父が料理人だったんで、ちょうど30年ここで営んでいて、小さい時からお父さんが料理してるところとか見て、たくさんの人が賑わう空間とかがすごい好きで料理を始めました。店内でこだわっているところはこのカウンター、もともとお父さんがやっていたレストランのホロホロで使っていたカウンターをそのまま生かして少し削ってあげて色は落としてるんですけど、大理石と一緒にフラットにつなげてあげて、ここで基本的には全て盛り付けていくので、ライブ感だったりとか僕の手元をサービス中に全部見えるような設計にしています。天井が丸太の柱だったりとか、この梁はそのまま生かしていて、広々とした空間の中で、あと余計なものが目に入らないようにいろいろ設計してます。この奥のウェイティングスペースの部分は、お客さんがチェックインしてから少しお茶だったりコーヒーを飲んでくつろぐ場所で、この酒屋さんのこだわりがあって、夜になるとあえてひびを入れてるんですけど、光が上に行くんで徐々に上に割れていくような左官の塗り方をしています。ここが結構好きな場所ですね。あとは個室、レストランフロア側の腰壁は全部変えたんですけど、個室の腰壁だけは改装前のこの丸太をあえて残していて、ちょっとここは雰囲気が変わるようなイメージですね。ちょっと落ち着くようなウッディな山小屋っぽい感じをイメージしています。自分の中の目標として30歳までにお店をやるっていうところがずっとあったので、去年ちょうど30歳の年だったので、自分が頭の中で描いてきたことが今だったらできるっていう自信とか確信みたいなものがあったんでやろうっていう。結構洗面台のこのスペースが広いんで贅沢に使えるっていうのと、もともとここは宴会所だったんですよ。隣の部屋とつながっていて、で当時のこういう柱だったりとかあえて残していて、そのまま、あとは当時の大工さんのこういうメモ書きとかもこの裏にあるんですけど、こういうのもそのまま残してます。こっちのお部屋の上の梁はクロスもそのまま残していて、当時はここはタバコとかも吸えたんで、ヤニとかで味のある色に仕上がっていて、もヤニ仕上げみたいな感じで今馴染んでます。こっちの部屋は、いろり付きの部屋で、入り口からまずこの一枚板は父がやっていた洋食屋さんのお会計のところで使っていたカウンターを切ってそのまま使ってます。で、中に入っていただくと、ここにいろりがあって、炭で南部鉄瓶にお湯を入れて加湿器代わりに使ったりとか、あとは鮎の時期はちっちゃい鮎とかは炭で焼いてあげたりとか。でこっちの部屋は一番手をかけてないというか、上の4つついてるライトとかも昔のお店のレストランフロアで使っていたライトをこっちに動かして使っていたりとか、扉とかももう当時のそのままで、中はクローゼットとか冷蔵庫を入れるようにリノベーションしてます。すごい畳の香りが染みついていいお部屋だと思います。このお店の裏がすぐ野道だったりとか山が近いので、本当このすぐ周辺からいろんなものを収穫してます。もう収穫してから5分ぐらいで色が変わっちゃうこのスイカズラっていうお花は盛り付け直前に取りに来て添えてあげたりとか、この距離感でしかできない料理、そういうのをすごい大切にしてます。
こういうところにもこうヒバとかあったりするんで、ノンアルコールジュースによく使ってます。こういうところに水場っていう野草が結構生えてるんで、こういうのを今はこうちょっと素揚げにして焼きおにぎりの中にこう混ぜてあげて入れてあげたりとか、あとはこれもう少し夏とかになってくるとたくさん取れるんで水場のシャーベットにしてあげたりとか、結構この葉っぱだけでいろんな料理が作れます。あとここ実家なんですけど、うちのこう昔の人たちがこう植栽に使ってたものとかが今結構市場に出回ってたりするんで、だからこう実家の庭からもいろいろなアイテムを手に入れることができる。よく見るとこういうところに雪の下っていう山菜、もうちょっと暖かくなってくると大きくなって出てきます。もうこういうところにたくさん、これ全部雪の下。地元に戻るっていうことは料理を始めた時から戻ってきてやるっていうことは決めてましたね。故郷が好きなんで、そういう気持ちですかね。そういう故郷が好きっていうで地元に戻りたいっていう、よく村には帰ってきて野菜だったりとかその山菜の時期とかはもう収穫しに山に入ってたりしたんで、その特別何が変わったかって言われると多分そんなに変わってないんですけど、強いて言うなら山の中とかの道とかを歩いて、昔はただこう追いかけっことかかくれんぼとかサッカーしたりとかでやってた場所が今収穫の場所になってるんで、考え方とかこう景色は変わったような感じにします。見てるものが違うというか。もうフキノトウがこの辺よく見ると、この出始めのフキノトウはすごい開く前で香りがすごい高い。ちっちゃいやつがもう出してるんですけど、顔をこれぐらい、もう少しだけこう待ってあげて収穫したりとか、全部取らないでこういい状態のこういうこれぐらいのものを収穫してあげたり。ここがその動詞の地形をすごい分かりやすく見れる場所で、川、畑、野道、山っていう距離感が本当に近くて、だからこう一日でいろんなものを収穫して、朝はこれ、昼はこれ、直前にこれみたいな感じでできる距離感にあるんで、そこがすごいこの動詞のいいとこなのかなって思いますね。ただ今取ってきたフキノトウを使ってフキ味噌を仕込んでいきます。結構土とかついてるんで、一回軽く洗って、今たくさん洗った後最後水につけただけでも、こんだけゴミが出てくるんで、こんな感じで沸いたお湯の中で、塩とか入れずにさっと茹でていきます。ざるから上げてあげて、よく水分を絞ってあげて、お好みの大きさにカットしてあげて、お酒と、お好みのみりんを少し煮切ってあげて、でそこにフキと自家製のお味噌入れてあげて、少し炊いてあげる。で売られてるフキ味噌とかは結構もう黒い状態になってたりするんで、鮮やかな色もすごい綺麗なんで、これをちゃんと残すように急冷してあげると仕上がりがすごい綺麗になります。専門学校卒業してからフランスに留学して、向こうの現地のレストランで働けるっていうカリキュラムがあって、1年ぐらい向こうで過ごしました。そこで働いてた
お店がオーベルジュですごい道志村にこう似たような環境で、人口はもうほんと600人とかのちっちゃい村で、山とそのレストランとちょっとだけ民家と向こうで温泉みたいなのがあとタバックってよろず屋みたいなのが1軒とバーが1軒のみ。毎朝ハーブだったりとか野草を収穫しながらみんなで寮から出勤して調理していくっていうことを20歳過ぎぐらいの時に経験して、その時から道志村でも同じことができるなっていうふうに思ってたので、こういう形でっていうのはなんとなくこう頭にあって、帰国後は都内でフランス料理を中心に、最後はイノベーティブジャンルにこう縛られないような料理を勉強してたんですけど、フランス料理だったり和食だったりいろんなジャンルの料理をこう学んでこっちに戻ってきて古希をオープンした形になります。とにかく保存食をいっぱい持ってます。これは本当一部だから、これが今瓶にある状態で、これが基本的にノンアルコールのベースにしてるもの、もうすごい細かいんですけど、これがサザンカのめしべとおしべをシロップにしたもので、これがミツバウツギっていう植物があって、それを使ったシロップ、シャインマスカットを発酵させて作ってるビネガー、万年草っていう韓国とかだと結構山菜として食べられる植物をピクルス液にピクルスにしといたんですけど、そのピクルス液、松ぼっくりのちっちゃい時のやつをシロップにしたもの、黒文字とあとはレモングラスとレモンバーベナーで作った昆布茶、これが金木犀の昆布茶に、これがもみの木の新芽のピクルスに、これがザクロで作ったシロップで、これ発酵してるんでこうやってたまにこうガス抜いてあげて、これも裏で取れる青梅を使った塩、カリカリ梅みたいな感じ、これもその山椒の木の横で取れるみょうががいっぱい入ってくるんですけど、みょうがを酢漬けにしているもの、ピクルスですね。でこれが梅とあと黒文字の枝で漬け込んだシロップ。一つのコースでこの使うアイテム数でいうと本当は何十とかじゃなくてもう何百、本当に細かいの入れていくと。コースでよく使ってるお皿、これはうちのおじいさんとおばあさんが50年前に民宿をやってたんですけど、その時に使っていた器です。でこの網目模様の四角いお皿もその50年前当時使ってたものを今使ってます。道志村に今在住している石黒雄大さんっていう作家さん、木工作家さんなんですけど、全部手彫りでかっこいいお盆を作ってたり、器も、これが小プレート、最初にセッティングするお皿で、これも石黒雄大さんの作品で、お盆はこれ料理を運んだりとかするときに使ってるんですけど、ここにそれこそ当時のままこれ清流荘って書いてあるんですけど、おばあちゃんとおじいちゃんがやってた民宿の名前です。でもなんかこういう器とかお盆って、ずっと使ってないものでこう役目を終えて物置とかにこう埃をかぶりながら眠ってるじゃないですか、そういうものって。でそれがこうまたなんだろうな、命がまた吹き込まれて今こうやって現役で使ってるとなんか嬉しいですよね、気持ち的に。なんかいろいろ当時のこととかはねまだ生まれてないからわからないけど、同じなんか思いで作ってる感じがあるというか、同じ器に盛ると結構ずっと楽しい収穫してっても楽しいし、仕込みしてここまでお客さんが来てくれて、で自分が出したいものを出せてっていう一連の流れっていうところがすごい楽しいかな。道志村でこうできることといったら、例えばキャンプをしてとか温泉に行ってとか、シンプルなんだけど時間を大切にできるのかなって思いますね。魚とかもそうですし、鹿とかもそうなんですけど、全員道志村の人で、その人たちがいるから自分たちで育っているもの以外のものが賄えるし、環境ありきな料理をしているので、何十年もこの形が続けられるように環境を大切にしながら料理していきたいですかね。そんなに
多くは望んでないです